If you are living in Japan, this is something you still keep hearing from Japanese people a lot. 外国人優遇だ、ふざけんじゃねえって。外国人に対するなんか過度な優遇とかはこれは見直すべきでしょ。The survey indicates many other Japanese people would be feeling the same way, leveraging the sentiment. Some other parties made it so well, and the Japanese internet still has been full of the sentiment. But what's that supposed to mean exactly? And why do they still keep saying that? Experts claim this is one of the big reasons, which applies to not only tourists but also foreign residents. Some cities in Japan disproportionately shoulder them, and those areas are expected to grow more. やっぱり皆さん呼ぶんですって。自分の家族だったり親戚をどんどん増えていっちゃうみたいで、一部の地域にだけ非常に集まっている現象が今起きているなって。そこに住んでいる日本人の方々っていうのは確かにこれはちょっとどうにかしてほしい。And this is what's happening in many of those cities. For example, in Kawaguchi, where foreign residents have been increasing, about 4,000 Japanese residents last year alone have moved out, and she's one of those. 川口はまさにそうで、なんか治安がどんどん悪くなっていくし、なんかいつ犯罪に巻き込まれるかみたいな。私は正直すごい不公平に感じてて、なんで私たちの方がなんか街に出てかなきゃいけないのみたいなのは思ってます。He emphasized this is a growing social issue that are likely to spread all over the nation. 非常に歩いてても本当に10人のうち3人とか4人ぐらいも外国人だなっていうイメージなんですよ。西川口なんかはね。だいたい家見てもね、もう中国人の家が非常に多いです。空き家になったところにね、土地、家買ってるわけですよ。どんどんもう日本がある意味侵略されていくような状況になりませんかと。それってもう日本と言えますかってみんな言ってますよ、日本人はね。そうですね。共生っていう意味ではなかなかやっぱりその言語も伝わらないし文化も違うし、なんとなく怖いなっていう潜在意識がちょっとした揉め事があったりすると、日本人よりも外国の方の方が目につきやすいみたいのがちょっとあるのかな。日本の今経済状況とか物価高でもうみんな苦しい。やっぱりその免許にしてもですね、やっぱ外国人は非常に取りやすい。なんかいろいろとなんか出るじゃないですか、生活保護の件とか。そういったところで不満が溜まってしまう。そうですね。密集してるって感じがしますね。で、多分外国の方が多いのかなっていうのは感じますね。文化が違ったりする。文化が違うので、そこが難しいなとは、そのマナーのところは勉強してもらっていただきたいなって感じですね。まずはね、そこがね。で、あとそこの後でって言ったらやっぱ言葉の壁なんでしょうね。多言語対応みたいなのを行政もやれればいいんでしょうけれど、それはちょっと努力しないとなので。お互いコンフュージング。日本人は英語わからないし、外国人からしたら日本人全然英語喋れないってことなので、すごい問題視されてると思うので、もっとお互いが分かち合えるようなことができたらいいのかなって。But recently, more and more politicians or parties rather focus on something else. For example, Sanseito claims that we need to put a restriction to prevent over-concentration of foreigners, which is more and more supported among Japanese residents. In reality, though, it may be difficult to implement. Seems like some cities and companies quite depend on foreign workers and probably can't afford to reduce the number. But some people consistently claim we still have to do it. 制限した方がいいっていうことに最近強く思いましたね。だからトランプさんがまさにそうですよね。アメリカ国民はどんどん衰退していくよりもトランプさんを選んだわけですよね。で、今、日本国民も相当衰退していってること自覚があるから、参政党とか国民主党はやっぱあれだけ支持したんでしょうけども、平和であるっていうことが一番に来るので、外国じゃ入れない。で、一方で、一時の労働者が不足して産業が衰退したとしても、本当にそうなんだろうか。もっと日本で働ける人がいるはずだし、その人たちは外国人と競争して人件費が下がっているから働かなくなってるだけで、もっと働ける人はいるだろうし、逆に、いなければそれは夜のファミレスとかやめていけばいいんじゃないのかな。24時間コンビニが開いてる必要性が本当にあるのか。じゃあダウンサイズしていったら GDP はどうなるの？でもそれは国民的議論が大いに必要なところ。自分の日本国民だけでこの社会を維持していく。じゃあダウンサイズも比較検討してみましょう。一番の治安を維持すること、日本人の幸せっていうことを伝えていきたい。Regarding issues related to foreigners, there's a young female politician standing out in Tokyo. As many people say, her policy totally makes sense, but she's also controversial. 外国政策
人の生活は苦しくなるし、増税ばっかりだし、もう我慢して受け入れるんじゃなくって、日本はね、日本人でやっていけるんですよ。I wonder what kind of privilege foreigners have in her mind. So I directly asked her about it. 自分が話した外国人の方は別に優先されていないし、日本人と同じぐらい大変なことあるよって多くの方はおっしゃる。むしろ優遇してるっていうそういう感覚意識の乖離がとてもあるんだと思いますね。For example, tax-free system is one of the foreigner privileges that many Japanese increasingly find unfair. 考え直してもいいんじゃないのかなっていうのは思います。っていうのもやっぱりオーバーツーリズムとかで防犯だとかもう街中に広がった汚いゴミだとか、ああいうのにかけるお金が足りなくなってきてしまっていて、正直対応できていないっていう状況。これは千代田区特有かもしれないんですが、靖国神社とか、皇居とかに落書きされちゃうんですね。そうなったら結局は私たちの税金を上げることになる。日本人は日本人でちょっとこっちは生活苦しいのに。免税店っていうのがなくてもいいかなぐらいには思います。観光税みたいなことですよね。中国語、韓国語の併記がされてますよね。あれもただではできないはずなので、そういう税金を取って、公共の施設で多言語対応するののお金に使うとかであれば全然。When it comes to taxing, especially people in Tokyo find it unfair about this, and I see some take it as a foreigner privilege. The issue she points out that those people already moved out, so almost impossible to track them. The same applies to medical bill or apartment rent. She said even today a lot of real estate owners suffer from foreigners' unpaid rent, and most Japanese people I talk to at least seems like they are totally aware that most foreigners are not going to be permanent residents. ここにはずっと長くいないから短期間だからっていうそういうのも働いてるんだなって思いますね。外国の方が国民健康保険とか年金とかの制度が自分の国にない天然で払ってない悪気がなく払ってないっていうパターンも泣き寝入りその区側が泣き寝入りになっちゃう。そこはまず入管の時点で例えばデポジットとして3年分とかそのくらいは払ってよねっていうのをやるべきだっていうふうに思ってます。She also points out not just tourists but short-term foreign residents often take advantage of it, and most Japanese people still let the issue be. だから悪さをしてしまってもいいんだみたいな人もいると思いますね。私の地元の方とかもちょっと悪さをして帰る人たちが多くって、自分たちのルールに順応してってもらうって、それができるのかな？強制力がないじゃないですか。自分たちのルール守ってねって言っても。単純にボリュームが増えちゃって、そこの自治会自体が支配されちゃっているみたいなところはあるんだと思いますね。違法外国人っていうのは増えているなと。子供を一人で夜歩かせることができないっていう声も聞いたりしますし、治安が悪くなっているのは感じますね。But the biggest issue, specifically in Tokyo, might be a foreigner's property purchase, which has been driving up housing prices a lot. Even to this day, though, the government has not restricted foreign buyers yet, and many people are frustrated because most of the buyers are Chinese. As you know, we can't purchase property in China, but Chinese people can in Japan, which feels unfair, especially given the fact that some of the owners unreasonably raise the rent. なんで買えるんでしょうねっていうのは思うんですけど、一つには、日本人が買えない国の人は日本の土地を買っちゃいけない。日本人が買えるなら日本の土地も買っていい。とかだとフェアなので。日本の土地は日本人の方に持ってもらうのがいいんじゃないのかな。どんどん値上がりしていくので、実生活とかけ離れた金額が今千代田区とかではついてしまっていって、その原因が外国人の方が保有している割合が多いからっていうのも把握しています。あとは中国の秘密警察が、これまた千代田区の秋葉原のビルの入っていたりだとか、そういったような海外の脅威っていうのが間近に迫ってきている地域でもあって。But some Japanese people say blaming foreigners totally unfair on the grounds that renting an apartment as a foreigner is still often difficult, and the focus needs to be something else rather than restricting or blaming foreigners. And this is more about ourselves. 外国人の方の問題を注視しますけど、日本人が買えないっていうの方が、稼ぐ力でもないですけど、物価高騰に上がってなんかお金がないって言ってるのがちょっと問題なのかなとは思ってますけどね。すべてのね、外国人がなんか悪いんじゃないかっていうような錯覚を起こしてしまう外国人の犯罪率が高いっていうのも問題になってますけど、そこはちょっとしっかりと区別をして分ける、見極める力っていうのは必要かなと思いますね。